これは以前開発した、無限、ダブルファンと可変ギミックを搭載したマシン。こちらは同時期に開発した、刹那、スーパーキャパシタを搭載した短距離特化マシン。合体したらすごいマシンになるのでは？つまりダブルファンと可変ギミック。そしてスーパーキャパシタを搭載したマシン。せっかくなので他にも色々な要素を組み合わせて、ロマンあふれる多機能なマシンにしてみよう。というわけで開発を開始する。まずは具材の配置。前後にファンを置いて、その間にバッテリーと駆動を配置する。無限は1モーター2ドライブシャフトだったけど、今回はコアレス2モーター1ドライブシャフトに変更。こっちの方が重量やスペース的に都合が良い。スーパーキャパシタはここに搭載。これに合わせてシャーシを設計。色々な要素を散りばめているけど、説明は組み立て後に。最後にファンガードをつけて、3D データ完成。無限にそっくりな見た目になった。3D プリンターで召喚。修正点をチェック。再召喚。チェック。再召喚。よし、こんなもんだろう。組み立ての前に下ごしらえ。内部にカーボンロッドを仕込んで補強する手法。フロントユニットアッセンブル。リアユニットアッセンブル。前後ユニット合体。適当に配線して装飾パネルをつければ。ダブルファンスーパーキャパシタ搭載マシン、無限刹那、完成だ。組み立て配線に丸1日かかったぞ。マシン解説。まずは可動ギミック。無限と同じくマシンが浮いた際に、フロント部分が下向きに動くようになっている。これでローラーの角度が変化するのと同時に、上段のローラーベースが広がるので、ゴムリングローラーが壁に当たりやすくなる。ただし上段ローラーが壁に当たると、ギミックが押し返されてしまうので、内部に仕込んだ磁石で動作を補助するようにした。これを磁力変形補助システム、MTAS と名付けよう。次に回路切り替えシステム。ギミック部分にこんな感じで電極が配置されている。通常走行時はファンの電源をバッテリーから供給。この際あえてモーターを直列回路にすることで、電流を抑えつつ過剰なダウンフォースも抑制する。ギミックが発動すると電源がスーパーキャパシタに切り替わる。さらにモーターが並列接続になり大電流がぶち込まれ、一時的にダウンフォースをブーストする。これは刹那ダウンフォースブーストシステム、SDBS と名付けよう。動作チェック。説明だとわかりにくいので実際に動かしてみる。スイッチオン。ソイ。ギミックを動かすとファンの音が変わる。ブーストのタイミングが若干遅れているけど、キャパシタに電荷が溜まると反応が速くなるのでよし。ちなみに重量は 78.26g。色々詰め込んだけど無限より約 16g 軽くなった。シェイクダウン行ってみよう。スイッチオン。ゴー。あれ？止まってしまった。どうやら MTAS の磁力が強すぎたみたいなので、磁石を2セットから1セットに変更。これでタイヤがしっかり設置するようになるはず。ここからはスタートと同時にスイッチオンの方式で進める。ゴー。これは、バッテリーを充電していないからか？約 4V まで充電してリトライ。ゴー。ちょっと早くなったけどルール無用としてはまだまだ遅い。タイムは 3.26 秒。スローで見ると、当たり前だけど LC は全く浮かずに通過。走行時にキャパシタを充電している影響で遅いのかも。というわけで面倒だけど配線を変更し、バッテリーとスーパーキャパシタを完全に分離。キャパシタはサービスホールから直接充電して対応しよう。ブーストの回数は極端に減るけど、一発タイムが出ればよい。ゴー。あまり速くなっていないような。タイムは 3.28 秒。あれ？何か取れたぞ。小さなパーツが吹っ飛んでいる。フロントのスキットローラーが抜けていた。しかし破損前のタイムでもあまり変化がなかったな。あれを試してみるか。ファンガードなしバージョン。コースアウトしてもファンは一瞬で弱くなるので、バッテリー式よりは安全なはず。
地上高が速度に影響している可能性。おお、さっきより速いぞ。タイムは 2.75 秒。やっと2秒台になった。スローで見ると、やはり浮く速度にすら到達していない。あ、また何か取れた。またしてもスキットローラー。ファンガードに注目しすぎて接着し忘れていた。修理しつつタイヤ径を1ミリ大きくしてみた。ちょっと速くなったぜ。タイムは 2.45 秒。やっと2秒台前半だ。スローで見ると、LC でリアがほんの少し浮いている。しかしまだブーストが作動する速度にすらなっていないと思ったら3回目だけ思いっきり浮いてたな。この先の挙動が見たいのでバッテリーをフル充電して挑戦。よいしょ。タイムは 2.25 秒。スローで見ると、1回目は危なげなく通過。2回目は浮きが大きくなって、3回目で盛大にトルネード。コースアウト後のマシンを拾った際の音を聞くと、キャパシタ容量の大部分を使い切ったことがわかる。とりあえずブーストが作動するレベルまではたどり着けた。しかしながら、バッテリーフル充電でこのタイムは正直微妙。ここからの改良は難しそうなので、これにて開発中止。とはいかない。なぜなら、先日発表された通り、ニコニコ超会議にて開催される、超ルール無用 JCJC ステージ2024に参戦させていただくことになったのだ。そして今年も、NSK から高性能ベアリングが支給される。特にこのベアリングは、去年の覇者ユータ氏と NSK が共同で開発した、通称、魔王ローラー。これをマシンに装着すればコーナリング速度が上がるはず。さらに、見るからに速そうな色のモーターに変更。強そうな刻印があるので間違いない。他の問題点も一気にアップデートして。これが進化した。無限刹那だ。ローラーとモーター以外の進化ポイントを解説。まずはフロント上段ローラーの固定方法。リアユニットからカーボンロッドで支えるようにした。これでギミックが作動しやすくなるはず。次に磁石。先ほどより一回り小さいものに変更。これで通常走行時のトラクションが増す。スーパーキャパシタは容量が大きいものに変更。ブーストの稼働時間が伸びるぞ。そして車体中央に LED を搭載。通常走行時は弱点灯で、ブースト発動時には強く光るようにした。ちなみにフロントのカーボンロッドは、下段ローラーが上向きになってしまうのを防ぐ狙いも。重量は 79.99g。先ほどから約 1.7g の増加。進化した無限刹那の走りを見てみよう。モーターの向きを間違えてしまった。配線を逆にすれば良いのではと思うかもしれないけど、このタイプのモーターはブラシの形状的に、逆回転で高負荷をかけるのはハイリスク。反転したシャーシを作るのは時間がかかるので、駆動モーターの身元に戻した。ちゃんと走った。タイムは 2.76 秒。いろいろやった割にあまり速くなってないぞ。スローで見るとこんな感じ。この速度でも一応ブーストは作動しているみたい。またしてもこのパターン、ガードなしで行ってみる。ちょっと速くなったー。左フロントの上段ローラーがすっぽ抜けたので、2度下向きの角度をつけてみた。なかなかの速度。よし。タイムは 2.20 秒。滞空時間が長くなったのでブーストの時間も長くなっている。でもキャパシタ変更の恩恵で3回目までしっかり効いているぞ。まだいけそうなのでバッテリーフル充電で挑戦。早いぞ。入った。1回目はリアが浮きつつも通過。2回目はマシン右サイドが浮いてしまい、ブーストフル稼働で粘るも、最後は遠心力に負けてしまった。コースアウトでこうなったのか。
これが原因でコースアウトしたのか。今回はダブルファンとスーパーキャパシタを使い、ロマン満載の多機能マシンを開発。まともに走らせるまでが長かったけど、一応狙い通りの動作を実現できた。惜しいところで吹っ飛んでしまいタイムは残せなかったけど、なんとかアンダー2秒が狙える速度までは出せたので、超会議当日までに気合で調整する所存。お知らせ。今回のマシンのベースになっている、無限。見た目にもこだわって開発したとても思い入れのあるマシン。なんと富士機友禅型製作所さんから、T シャツ化のお誘いをいただいた。またとないチャンスなので全力でデザインした結果。オリジナルマシンプリント T シャツ、通称、無限 T シャツ、完成だ。個人的にはかっこよく仕上がったと思う。ブラックスペシャルやその他のグッズもあるぞ。ちょっといいな、と思った方は、概要欄にリンクを置いておくので何卒。ちなみにばあちゃんは黒が気に入ったらしい。